さあ始まりました、漁師場外です。今回なんですけど、見てわかる方はねいらっしゃると思いますけど、この釣り方エギングしてる最中でヒットしましためっちゃええタイミングで来ました。で今回の企画、サムネイルとタイトルでお分かりだと思うんですけれども、ちなみにこれアオリイカですね。このエギ100均でカメラマンしてくれてるケンに買ってもらいました。 2.5 号のねエギなんですけれども、これとあとケンに買ってきてもらったのは同じ 2.5 号の結構使われた方いらっしゃると思います。山下さんのですね、エギ王という、とてもメジャーなエギですね。これがケンが今日800円ぐらいで買ってきてくれたのかな、800円と100円、この比較をしたいと思います。2人でねこれからイカをたくさん釣って、20から30はね絶対釣らなきゃ正確なねデータが出ないと思うんで、それぐらいは釣りたいんですけれども、それとですね、あとは僕今びしょびしょになってると思うんですけど、先に泳いで、このフォールの体勢ですねだったり、しゃくりの動き方とかちょっと水中映像で撮ってる部分もあるんでね、その辺も含めたね皆さん、比較をしていただきたいと思います。エギングされたことある方ならこの激安エギと、高級というか、1000円前後するエギの比較はね、これはね僕自身も気になりますし、もちろんケンも気になってると思いますし、視聴者さんもねめちゃくちゃ気になってると思う。文字ですよ、この100円エギで同じだけ超過が上がればこれでええやんってなりますよね。で逆にこっちの方がね、僕はそうあってほしいんですけれど、多分こっちの方が釣れるんじゃなかろうかと思います。何パーセントかな、どんぐらいだと思うけん。例えば73とか82とか64、じゃあ結構頑張る、こいつも。俺はねむずいな、64 A 線でもついてるね。73にしようか、そしたら73にするわ。でも73って言ったら倍釣れとるってことやもんな、倍以上釣れとる。確かにそうだ。73になったらすごいな。でいわゆるねイカパンチとか言われると思うんですけど、当たりの数を全て数えていきます。そうすればフッキング率ですねが出ると思うんで、その辺もぜひお楽しみください。ちょっとカピカピになってきてるんで一旦下ろしますね。釣りながらルール説明しますね。スナップつけて、でちょっと山下のエギに変えました。はい、今日はですね2本、いきなり爆鳥ですね、今日は2本の竿を用意してきてます。ほんでもちろん激安エギと山下のエギ同じ回数投げます。でそれで釣れた数を、比較するっていうことなんですけれども、もちろんケンにも聞いとってほしいんやけど、釣り方、しゃくり方、これ同じにしてください。で船で釣るわけなんですけれども、他に近寄ったり遠ざかったりいろいろそれ条件は変わってくるんやけど、回数投げて多分100回200回は全然投げると思うんで、その辺で回数重ねて多分その辺の誤差はなくなってくると思うんですけれども、もちろん釣り方は一緒で竿も一緒にします。なのでこの竿はこの山下のエギ、この竿は100均のエギではなくてスナップつけてあるんで、この竿で両方のエギをやります。分かった？はい。3回投げたら変えていくから、条件また変わっていくから、3回投げたらエギ3回投げたらエギチェンジして、僕らのすることはケンもう分かってる。同じ釣り方をずっとする、それだけ心がけたら、いい数字、比較できる数字が出ると思うんで、やっていきますか。ほんでですね、100均のエギ、多分あんまり皆さん使わんと思う。エギってなんかこだわりたいんよね、ということで100均のエギご紹介します。でケンと一緒にねネットで調べました。100均のエギどんな特徴があるんやっていうことなんですけれども、主にこの重りが外れることがあるんやったって書いてました。って書いてたなで作りもですねやっぱ全体的に甘いです。一番違うのはこのね針がねちょっと甘いんですよ。尖ってないっちゅうことです。あと角度もね若干違いますね。もうこの辺はね釣り具メーカーさんはめちゃくちゃ研究されていると思うんで、フッキング率は違ってくるんじゃないかと思います。だから僕らは山下さんの今日はいるとなって、それはどういう意味かというと、こっちだけ釣れるように釣るんじゃなくて同じように釣る、山下さんのね企業努力がその数字として見えると思うんで、もし、50%、50% だったらごめんなさい、先謝っときます。そのまま数字出しますね。出そう、50、50でも。まず山下のからやりましょうかね。同じ釣り方を心がけます。弾丸って言っていろんな場所を転々としていきます。同じ場所でね釣ってても多分釣果はそこまで上がらないと思うんで、
やっていきます。でちなみにですけど、僕の剣も結構このドラグは緩めがちで釣りますね。特にこの秋のイカは。で今日は風が強いんで、そうですね、ちょっと注意しながらより釣りやすい場所を目指して釣ります。でどっちかいうと剣がそんな深いところまで剣は多分沈ませんタイプやと思う。どっちかって言えば、まあそうです。でもこの秋イカはそれでいいと思ってて、で僕はちょっとそこも探りたいなっていうところを落としていったります。であんまりね深場攻めよったらこう石と当たりがね分かりづらい時あるんですよ。エギングされる方はね分かると思うんですけど、そういったですね、数字のミス、カウントのミスも今剣に与えてるまあ今はしょうがない、合わさないかもしれない。だからこれで2回投げて、でイカは0で当たり1回、フッキング率は0ですね、0%ということですね。でオレンジ系できるだけですね、系統を合わせるためにオレンジ系のエギを3回投げた後はオレンジ系の必ずこれ100均のエギをなります。でもう1個は青系ですね、小肌なんとかっていうね山下さんの色、だいたい同じような100均と山下さんで投げたいと思います。で今がね夕方の4時半ぐらいなんですけれども、7時前ぐらいまでできると思います。それぐらいまでやってちょっと数字が物足りんなと思ったら明日の朝も1時間2時間やりましょう。はい、ということで山下の3回終わってしまいました。3回投げたら山下は置いて100均の同じような色のこれを、同じとこには投げませんね、さすがに、今回はたまたま同じところで同じような釣り方をするということですね。来たよ。で僕のねこれ竿柔らかいんでちょっと大げさに見えますけれども、そんな大きいイカではないです。はい、今のところですね100均のダイソーのエギ、2投目で1匹釣れてしまいました。で当たりも1回だけなんでフッキング率 100% の対して、800円の山下さんのエギは、今のところですよ、今のところ投げた回数3回で0ですから、イカが釣れる確率今のところですよ 0% で、フッキング率も1分の0なんで 0% という、なんと下克上のような今結果ですけれども、まだ1投なんでもう100回200回ね、もっと300回400回と多分投げると思うんで頑張って、計算間違いしないようにケンちゃんも、釣っていきましょう。はい、そしたら100均のエギとこっちが山下の高いエギですね。水中映像をねちょっと皆さんと共に見たいと思います。フリーフォールとテンションフォール、あとはね剣にしゃくってもらってどんな、動き方をするのか。今回ですね同じ 2.5 号のエギなんですけれども、こっちが 12g、10g ということで、若干こうフォールの体勢とか変わってくるかもしれないんですけれども、そこら辺も含めて、皆さんにねちょっと見ていただきたいと思います。さて水中映像です。結果からお伝えすると、この100円のフリーフォールですね、ふらふらとですね、円を描くようにフォールしていきます。安定したフォールではないと言えますね。ちょっとですね、海の中今日は濁りがあるので見えづらい映像とはなっているんですけれども、2つ同時に落としてみます。奥が100円です。奥が100円です。どうですか？ふらふらとですね、今ですね、弧を描くように、円を描くようにフォール落ちていってるのがお分かりだと思います。山下の方からテンションフォール、カーブフォール。さあ今度はカーブフォール、テンションフォールとも言うでしょうか。お詳しい方はもちろん知ってるでしょうけれども、ラインを張ったままこのエギをフォールさせる感じですね。エギが抱くタイミングはですね、このタイミング、このカーブフォールのタイミングが一番多いのではないでしょうか。で、結果からお伝えすると、これに関しては山下も100円もさほどその姿勢の違いと言いましょうか、そういうのはなかったように思います。基本的にはこう潮なり風の影響がない限りは釣り人のもとにまっすぐカーブフォールしてくるような感じだと思います。さあ今度は2つしゃくってみます。ちょっとですね水の濁りがあるせいで分かりづらいんですけれども、大きな違いはないように見える。もしくはですねしゃくり後のフォールが安定しないのはありますよね。
あとはですね、しゃくってる最中もそのエギ自体の布だったりですね、シンカーの作りが甘いっていうこともありまして、水切れが悪くてしゃくりもちょっとなんて言うんでしょう、鈍いしゃくりみたいなね、そういったイメージで見られる方もいらっしゃるかと思います。さあ果たしてしゃくりだったりフォールの違いが釣果にどれぐらい影響してくるんでしょうか。お楽しみください。楽しみです。さあ2人でケンが絶好調やね。はい。ケンが絶好調で、それカメラ貸して。何匹釣れた？山下の方で7匹と100均の方、近くないですか？いや、100墨を写したろか。あ、顔についてる。合計何匹？合計9匹で山下が7匹で100均が2匹です。山下絶好調やね。はい。っていうか君も絶好調やったね。そうです。俺だって2匹やったからね。当あたりはめっちゃあったんやけど、山下でも100均でもな、抜けてばっかでな。で今日のねアオリイカはね、ちょっとサイズアップしてます。こんな感じね。小腹も空いてきたことやし、まかない飯をねちゃちゃっと作りたいと思います。さあまずね、アオリイカはもう閉まってる状態なんで、頭抜いて、ここにね骨みたいな筋があるんで、これなんていうか忘れたんですけど、これ抜いてこんなんがね入ってるんですよ。そしたらあとはね、もう輪切りにするだけでイカリングになります。ほんで僕はこのね長い足は落としてゲソ半分にしとこうかな。ほんでね、このね口があるんですけど、僕は取りますね、硬いんで。はい、そしたらねキャベツ持ってきたんで、ケンキャベツ持ってきたで。それは何を作ってるんですか？まあお楽しみかな。お楽しみです。じゃあ僕は本当はずっと山下の方のエギでやりたいんですけど、100均のエギの番なんでこれを投げときます。はい、そしたら鍋みたいなフライパン持ってきたんで、これにバター、うわもうこれ溶けとるね、もう全部入れちゃいます。バター入れて、そしてニンニクチューブ入れて。これ100均のエギなんですけど、これと全く同じ使い方をしていたのに、こっちの方はもう破けてきてしまいました。あるあるやな、買ったばっかりやのにな。もうどっさり入れるだけですね。イカドーン。ほんでキャベツも入れます。来ました。じゃない方。山下、そう。山下に変えた1頭目で来ました。はい。もうイカめちゃくちゃ10匹ぐらいこれについてきてました。はい。俺こんなことする場合やない。でそれで100均のエギには食らいついてこなかったんですけど、こっちに変えた途端に食らいついてきましたね。10匹ついてくるってすごい。はい。ちょっと多かったかもしれないです。6匹ぐらいかもしれないです。ちょっと大げさに言ってしまった。はい、ちょっと。さあここでめんつゆで味しめて、これでねもう完成です。本当にねもうちゃちゃっと作っただけなんですけど、食ってみて。めっちゃ美味しいです。うまない？口に入れた瞬間にうまいやろ。これええやろ。楽やであれ。マネシ。はい、これ何ですか？バターとニンニクチューブ入れて、2つ炒めて、最後めんつゆ入れるだけ。めんつゆ？うん、最後でめんつゆ。めっちゃうまいやろ。そうこれうまいんですよ皆さん。ぜひご家庭でも。で剣をねちょっと太らせるために米も持ってきたんで、これねもう一回食ってみ。はい。バターとイカってこんな合うんですね。なあ。まあでも考えてみたらバターとニンニクとめんつゆやから、それはまずいはずがないよね。そりゃ美味しい。うん。お、ケンにしたら食べるの早いな。釣りが好きやから早く釣りたいんやろ。両方ですね。うまっ。釣りができます。さあ僕10匹しか釣ってないんで、ケンが何ぼやろな、15ぐらい釣ってるんじゃないですかね。15以上釣ってると思うんですけど、明日何時集合にしよっか。5時半。5時半です。うん、明日倍また釣りましょう。はい。さあはい。早朝何時や、5時40分ぐらいか。はい。案外明るいね今日は。明るいですね。でまた環境が変わるんで、どっちのエギがね釣れるかっていうその結果がちょっと変わる可能性もあるんで、その辺もお楽しみに。まあちゃちゃっと釣りましょう。はい。で第1投を見てもらおうか。はい。こういうね朝市とかは釣れやすいと思うんですけどね、同じような釣りすることを心がけてた秋の。はい、もうずっと心がけてました。あ、そうね。はい。
なぜか100均エギを投げてしゃくってる時はちょっとテンション低いんよ、なんかわかります、けどそのテンションを、できるだけなんやろこの僕たちの行動に現れんようにこう山下をちゃんとやってるかのようにやったんで、その辺はね大丈夫やと思うんですけど、ちょっと場所ずらして2投目で3投投げたら今度は僕が山下のエギで剣は100均のエギに変えます。当たったね。ああいう時に、当たりを1カウントしてでフッキングできなかったというね、僕のちょっと油断してたっていうのもあるかもしれないんですけど、これねドラグ締めてねちゃんとフッキングするようにやれやっていう方もねいらっしゃると思うんですけど、僕のやり方で山下も100均も同じようなドラグの緩め方でフッキングすれば、フッキング率のその差異は出ると思うんで。はい、朝一100均2投目山下当たりないですか？当たりないです。当たりないです。もしかしたらこれ色の違いもあるかもしれないんですけど、このエギのねあったやん。今ね3投目投げてるんですけどからんね。これが山下やったらもしかしたら取れるかもしれんし、山下でも取れんかもしれんし、そういう実験ですね。お、来ましたね。来ました。気持ちよく合わせたね。はいはい、僕も1匹目釣れました。さあこれで違いが出るんやろうかね。はい、またねその最終結果ですね、昨日と合わせたね最終結果をご報告いたします。では頑張って釣りましょう。はい、はい、まず100均からいきましょう。100均で当たってきた数の合計が27回です。100均が27回当たってきました。で対する山下当たってきた数は36回。どうですか？でも予想通りの数字じゃないですか。ちょっと山下の方が、ちょっとというか 130% ぐらい多い感じかな。これだけ差があるっていうことすごいですね。すごいな。さあその食らいついてきたわけですけれども、それを合わせてそのフッキング率ですね、回収率が100均がですね27回当たってきて、そのうち12回釣れましたということで 44.4% の回収率、フッキング率ってことですね。これに対して山下がどうかなんですけど、36回当たってきた中で23回釣れました。36回中27回ということは、これパーセントにすると 63.8。 お 44.4 vs63.8%。 いい数字じゃないですか。いい数字ですね。僕らはもう釣ってる張本人なんで、この数字言う前になんとなくこれ山下の方がフッキング率もいいなっていうのはなんとなくね分かってました。でですね、ここはね明らかに 44% と確か 63% やったかな。もうここの部分のフッキング率が違うのとですね、僕らがね気になったのはね、これ剣すぐなったよね。はい、このまま僕ら使ってたんですよ。あえてもう10回投げんうちにねこの状態になって、こんな状態になったらねもう皆さん釣れませんから、多分しゃくった場合のこのエギの動き方もねめちゃくちゃ影響出てくると思うんで、これはちょっと消せないですね。投げた時も飛ばなかったですよね。そうやね、それもあったね。こっちはねプシューっとね綺麗に飛んでいくんだけど、なんかねこっちはねヒューヒューヒューって言いながらでそんなこんなで気づいたことがあるんですよ。これ剣も、気づいたやろうし、皆さんもこの、いいエギと安いエギ使い分けたらもう、一目瞭然というかすぐ気づくと思うんですけど、テンションが違います。僕らのイカのテンションというより僕らのテンションが変わります。土日とかですね、もしくはもう釣りたくさん行かれる方やったら平日のお仕事終わりの夜とかに行かれる方が多いと思うんですけど、わざわざね時間作ってまでまたお金かけてまで調校するわけですから、それは1匹でも多く家に持ち帰りたい、家族に褒められたい、はい、それはそうですね。友達に自慢したい、はいということで絶対これね皆さんもうこれ買います。僕らもこれしか使いません。ただですね、こっちのエギでいいよっていう時はね、僕はあると思うんですけど、ケンなんか思いつく？岩場とかすごいゴツゴツしたところで、すぐなくなる恐れがある時に、それも一つやね。確かに、新しくね行った場所とかで、こうどこに石があるか分かんない、ロスト率が高い時とかにとりあえずこっち投げて、そうですね、こっち使うやろ多分。僕ならそっち使う。俺も多分こっち使うかなって思うんですけど、僕がこれがねいい利点はね、コウイカ釣ったことある。
こうイカ釣りね、もうずる引きないし、石というかもう泥地をねずーっとこのままねずる引きするね、そこで。へえ。それはこれ適してるわ。何でも釣れるんやあれ。なん超過変わらへんあれは。もう防波堤で冬になったらまあ龍門と牛がいつも夕方になったらおるわ。はい、ということで僕たち的にもめちゃくちゃ勉強になりましたね。楽しかったね。あ、楽しかったです。撮影にしてはなんか普通に釣りしょる感じだったね。はい。ほぼカメラも回さなかったしね。ただこうメモをずっとしていく、はい、あの時間はちょっともったいなかったけど、まあ、皆さんもこのデータを参考に多分ほぼ一緒のようなデータになると思うんで、ぜひ使い分けてみてはいかがでしょうかみたいな動画になりました。帰りますか。はい、僕漁協の研修旅行があるのよ。研修旅行、兵庫県、県に言ってなかったっけ。兵庫県生まれやろ。はい、坊勢島って知ってるやろ。知ってます。漁師がめちゃくちゃ多い町。坊勢、はい。あそこに研修旅行、研修旅行とかあるんですね。研修旅行たまにあるの。なんかそこで漁業をしたりするんですか。漁業体験やな。底引き網に乗ってくるわ。はい、とりあえずもう港に戻って、もう出発時間まで1時間ぐらいなんでちゃちゃっと帰ります。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。